この試合は近年で日本に勝つチャンスが一番あるかもしれない。期待したいけどまた裏切られるのが怖い。日本はかなり入れ替えてきた。だから希望はある。日本戦だからこそ気持ちを見せてほしい。日本が主力を温存してるように見えるからこそ、ここで勝てなかったらさらにきつい。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月10日に行われた AFC-U17 アジアカップサウジアラビア2026中国対日本戦の試合について中国サポーターと話していくよ。これに勝てばほぼワールドカップ出場が決まるね。そうだね。中国は初戦でインドネシアに負けてるから崖っぷちだ。この試合のメンバーを見ていくと、中国は前の試合からスタメンを2人入れ替えてるね。ほとんど同じってことはベストメンバーって感じだね。日本は前の試合からスタメンを8人入れ替えてるね。かなり入れ替えたね。さすが日本って感じだよね。じゃあ今回は中国サポーターのリー君とリモートをつないでるよ。ダジャホ。ダジャーハ。リー君またよろしくね。中国はこの試合負けると厳しくなるから気合入ってるよ。日本も気合入りまくりだもんね。じゃあ中国の声を聞かせて。ああ、任せてくれ。日本戦の前の中国サポーターはどんな感じ？かなり空気は重いよ。日本戦だから燃えてる人もいるけど、それ以上に不安とか諦めの方が強いかな。もっと絶対勝つぞみたいな感じかと思った。もちろんそういう気持ちもあるよ。中国サポーターにとって日本戦はやっぱり特別だし、気持ちを入れなくても自然に燃えるカードなんだよ。でも今回はその前にインドネシア戦のショックが大きすぎた。前の試合をかなり引きずってるんだね。そう、この世代ってもともと結構期待されてたんだよ。強い世代だって見られてたからこそ、インドネシアに勝てなかったことで一気に空気が変わった感じ。期待が大きかった分落ち込みも大きかったんだね。うん、だから日本戦の前なのにもう期待できないみたいな投げやりな感じもあった。見るのが怖いって空気もあったね。勝つぞってやる気出してよ。そういう声も少しはあったよ。2対1で中国が勝つって予想してる人もいたし、この試合は近年で日本に勝つチャンスが一番あるかもしれないって考えてる人もいた。じゃあ完全に諦めてるわけじゃないんだ。うん、完全ではない。でも全体的には期待したいけどまた裏切られるのが怖いって感じだね。スタメンを見た反応はどうだったの？日本相手に4バックで大丈夫なのかって不安もあったし、守るのか攻めるのかどっちなのって言ってる人もいた。でも今回のスタメンを評価してる人もいるんだ。右から突破してクロスを上げて前で高さを使えるなら前の試合よりは形になるんじゃないか。身長高い選手が出るんだ。そう、ただその希望と同時にじゃあなんでインドネシア戦でそれをやらなかったのって怒りもかなり強かった。インドネシア戦ではやらなかったんだ。大きく蹴るなら前に高さが必要だっただろうっていう意見もあったし、初戦でこのスタメンなら違ったんじゃないかって思ってる人が多かった。あの試合で勝てなかったから日本戦が一気に苦しい試合になった。日本のスタメンについてはどう見られてるの？日本が前の試合からかなりメンバーを入れ替えてるっていう反応が多かった。日本の10番や16番が出てないことにも触れてる人はいたね。10番の選手すごい上手いよね。昨シーズン15歳7ヶ月22日で FC 東京でプロデビューして7試合出場した今年17歳の北原真希選手だね。15歳でデビュー。 J1 史上最年少出場記録だよ。じゃあ中国側からするとチャンスって感じ？そう考える人もいた。日本が大きく入れ替えてるならここで勝負しないと。それでも楽観一色ではないけど。日本が選手入れ替えてても厳しいってこと？うん、日本はかなり入れ替えてきた。だから希望はある。でもそれでも勝てる気がしないっていう不安もある。そこがすごく複雑だよ。スタメン入れ替えてるのに不安なんだ。そう、むしろ日本が主力を温存してるように見えるからこそ、ここで勝てなかったらさらにきつい。日本戦への見方はやっぱり厳しいの？かなり厳しい日本相手だと中国は各年代で苦しいって感覚が強いし、日本には全面的に押されるんじゃないかって見てる人もいた。日本強いもんね。日本が強いというか、今の中国側から見るとかなり遠い相手に感じてる人が多いんだと思う。日本には負けたくない。でも現実的には厳しい。この感情がずっとある。勝ちたいけど実力差を感じてるんだね。そう、少なく負ければ勝ちみたいな言い方もあったし、ど組んでも厳しいって見方もあった。でも同時に日本戦だからこそ気持ちを見せてほしいって声もあるんだよ。日本戦は熱くなるんだね。熱いよ。勝てるかどうかよりまず逃げずに戦ってほしい。気迫を見せてほしい。最後まで悔いなくやってほしい。そういう声はちゃんとあった。監督への不満がかなりあるって聞いたけど。かなりあったね。特に
大会になると急にメンバーや戦い方が変わるのはなんで？っていう不信感が強かった。それはサポーターは知らないけど練習はしてたんじゃないの？インドネシア戦でやらなかったことを日本戦で急にやる。それなら最初からやってよ。っていう不満だね。さっきの高さのことだね。日本人監督にはかなり感情的に疑ってる人もいたね。大会前は日本人監督のこと絶賛してたくせに。そうなんだよね。でも試合は中国隊をずっと応援する。気合を見せろ。悔いなくやれ。って応援してるよ。文句ばっか言ってないで応援しないとね。そうなんだけどさ。強い世代だと思ってた。日本にも挑めるかもしれないと思ってた。でも初戦でつまずいてスタメンにも納得できなくて日本は大幅に入れ替えてきた。それでも怖い。だから感情がぐちゃぐちゃになってるんだよ。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。中国隊加油。前半終わって0対1で日本がリードだよ。いいぞ日本。リー君中国はどう？正直かなり重いよ。スコアがどうこう以前に内容が見えないっていう不満が一気に広がってる。内容が見えない？攻めたいのか守りたいのかつなぎたいのか蹴りたいのか、前半を見てそこが全然はっきりしないって感じてる人が多い。試合前はまだ少しは期待してたのにね。特にこの世代は期待されてるからね。だからまたいつもの感じに戻ってるじゃんっていう失望がかなり出てる。そんなこと言わないであげて。一番大きいのは後ろから大きく蹴るだけって見えることだね。大きく蹴るだけ？そう。後衛が前線に長いボールを入れて前の選手が競る。今の中国側から見るとそればっかりに見える。だからこれなら監督が誰でも同じじゃないかっていう空気になってる。選手が監督の指示をできてないのかどっちなんだろう。困ったら蹴ってるだけに見えるんだよ。前線に合わせるというより相手に渡してるだけに見える場面もある。長いボールの精度そのものにもかなり不満が出てる。前線に足元でできる選手がいるのになんでそこを使わないのってなってる。ただ後ろから蹴ってるだけじゃないかってね。日本のプレスがきついから。それもあると思う。日本が寄せてくると中国の選手がかなり慌ててるように見える。しかもめちゃくちゃ強く来られる前から簡単な地上のパスまでずれてるって見られてる。日本のプレッシャーがすごいんだ。そう見えるんだよね。日本が本格的に前から圧をかけると中盤がボールを受けられない。受けても前を向けない。だから後ろに戻して最後は大きく蹴るしかなくなる。さすが日本。日本が特別なことをしてるというより普通に寄せるだけで中国側が苦しくなってる。対面のプレッシャーに対してかなり余裕がない。中国の選手たち緊張もあるのかな。あると思うよ。大事な試合だし日本相手だし。でも中国サポーターからするとそれでも簡単なパスや判断まで崩れるのはきついんだと思う。私が17歳の時アジアの大会に出るってなったら緊張で倒れそう。私は今でも倒れる。この世代は結構持ち上げられてるから最強世代って言われてるのにこれなのっていう落差が出てる。期待が大きい分がっかりも大きいんだね。親善試合や予選では良かったのに正大会になると別チームみたいになる。そういう不満が今かなり強い。友好試合では強そうに見えるのに本番になるとまたこれか。親善試合とは相手が違うからね。ただ負けてるだけならまだしも内容が見えないっていうのが一番きつい。監督への不満も強そうだね。試合に負けると監督のせいにする人いるもんね。前から監督にある不信感が前半を見てさらに大きくなってる。長く準備してきたのに何を練習してきたのっていう感じにもなってる。前はもっと連携や突破があったのに今は高いボールを蹴るだけに見える。じゃあ今までの期間は何だったのって感じのことを言ってる人たちがいるんだよね。日本人監督ってところにも反応してるの？そこにも反応してる。ただかなり感情的な言い方もあるからちょっと言えないかな。でも冷静に見てる人からはなんで今この戦い方なの？なんでこのメンバーなのっていう不満が中心だね。失点についてはどう見られてる？失点そのものよりそこに至る流れへの不満があるね。後ろからの出し方が悪くて流れを渡してそこからジャオチュウになって最終的にやられてるっていう見方。ジャオチユコーナーキックだね。ただ日本に崩されてるってより自分たちのミスから苦しくなってるってこと？そう見られてる。後衛のパスが合わない、出球が安定しない、ジャオ中の守備も悪い、セットプレーに戦術が見えないって不満もある。日本についてはどう見られてるの？日本はかなりメンバーを入れ替えてるし強い10番も出てない。それでも中国は苦しい。今の日本との差をちゃんと見た方がいい。でもまだ1点だよ。前半を見ると入れ替えた日本相手でも余裕がない。そこにショックを受けてる人は多いけどこれは日本隊なんだから中国との差を制止しようっていう
冷静な見方もある。全部を感情だけで叩くんじゃなくて、今の差を受け止めるべきだっていう感じ。じゃあハーフタイム時点でもう完全に諦めムードなの？完全ではないよ。かなり失望は強いけどまだ争えると思う。っていう声もあるし、後半で改善してほしいって期待も少し残ってる。それは大切だね。前半の内容には怒ってる。でもまだ終わったわけじゃない。逆風でも巻き返してほしい。後半は変わってほしい。そういう気持ちもある。怒ってるけど見捨ててはいない感じだね。多分一番近いのはそれ。期待してるから怒ってるし、まだ何か起きてほしいから見てる。じゃあ後半見ていくよ。試合は1対2で日本の勝利。ワールドカップ出場が決定したよ。追いつかれた時は焦ったけど、おめでとう日本。葵さん、ひなちゃん、中国の雰囲気はかなり重いよ。もう怒りと諦めが一気に出てる感じ。日本に負けたことだけじゃなくて、インドネシア戦から続いて2連敗になってるから、心が折れかけてる人がかなりいる。2連敗はきついよね。きついね。史上最強とか黄金世代みたいに言われてたのに、実際に大事な試合でこうなるのかってかなり冷めた空気になってる。負けたことより内容に怒ってるの？そこが一番大きいと思う。負けるにしても何か残る試合ならまだ違った。でも今の中国側は何をしたかったのかわからなかった。ハーフタイムでも言ってた大きく蹴るだけってやつ。そう。試合後もそこはずっと言われてる。最後は大きく蹴るだけ。でもそのボールが大体相手に渡る。これをずっと繰り返してただけ。でも日本ってそういうのが苦手ってよくコメントで見るよ。これなら監督いらなくない？選手も考えなくてよくない？戦術というよりただの作業に見える。ロングボール戦術やるならやるで、前線に合うとかセカンドボールを拾うとか狙いが必要じゃん。でも今は蹴って終わり、しかも精度も高くない。だから怒ってるんだ。そこもかなり強い。技術が足りないのは仕方ないとしても、意図が見えないのは納得できない。負けてるのに後ろでゆっくり回して最後に大きく蹴って前に人がいない。負けてるならもっと攻めてほしいよね。全員で奪いに行くとか、最後まで走るとか、そういう姿が見えればまだ応援できる。でも今は数人だけが頑張ってて、他は後ろで見てるように見えるっていう怒りがある。応援してた人からするとそれは辛いね。かなり辛いよ。スタンドで応援してる人たちに申し訳ないっていう声もあるんだよね。史上最強だったのにね。今はもう史上最強どころか吹かれすぎてただけじゃないかって空気になってる。監督にはやっぱり当たりが強いの？強いね。なんで大事な試合でこの形なのか？なんでずっと大きく蹴るのか？なんでこの選手を使い続けるのかって不満だね。でも全部を監督のせいにするのは違うって声もあるよね。監督を変えれば全部解決するわけじゃない。どの国の監督を呼んでも選手が判断できない、受けられない、つなげないなら同じじゃないかってね。確かに選手が良くないと監督がどう頑張ってもどうにもならないよね。逆に選手がすごかったら監督が少し悪くてもどうにかなりそう。中国側は日本に対して感情的になる部分もある。でもサッカーの中身を見ると日本との差を認めざるを得ないって空気になってる。どんなこと言ってるの？日本は誰が出ても大きく崩れない。今回日本はかなりメンバーを入れ替えてた。それでもチームとしてやることが揃ってるんだよ。8人もスタメンを入れ替えてたもんね。そう。そこがかなり刺さってる。中国はメンバーや配置が変わると一気に何をしたいのかわからなくなる。でも日本は誰が出てもボールの受け方、動き方、距離感がそこまで崩れないように見える。それってなんでなの？育成がかなり大きいと思う。日本の選手はプレッシャーを受けても慌てすぎない。中国の選手が寄せても自信を持ってつなぐし、逃げる場所をちゃんと作る。日本はボールを持ってない選手が動く、受ける場所を作るし、味方の逃げ道になる。でも中国は立って待ってるように見える場面がある。だからボールを持った選手が困って結局大きく蹴るしかなくなる。日本はプレッシャーを受けても自信がある。中国はプレッシャーを受けると慌てるって中国サポーターは見てるんだね。まさにそれ。日本の選手は相手が来てもここに出せばいい、ここに味方がいるって分かってる感じがある。中国の選手は寄せられた瞬間にどこに出せばいいのか迷ってるように見える。そこがかなり差を感じたんだね。日本はベストメンバーではないかもしれないのにこういう差が出る。だから中国側ではこれはただの負けじゃなくて育成やサッカー間の差を見せられてるって感じになってる。日本はすごいな。日本はアジアでかなり先に行ってるし、特にボールの動かし方、オフ・ザ・ボールの動き、プレッシャーを受けた時の判断は学ぶべきだ。でも中国の監督は日本人なのに中国は大きく蹴ってるんだよね。そこが皮肉なんだよ。
日本人監督を呼んでも日本みたいなサッカーになるわけじゃない。教える人だけじゃなくて、選手が普段からどう育ってきたか、どんな試合を経験してきたかが大きい。そうそう、代表監督だけ変えても意味がないんだよね。そう。日本のサッカーは監督一人のアイデアじゃなくて育成年代から積み上げてるものなんだと思う。だから中国側からすると余計に悔しい。真似したいけど表面だけ真似しても届かない。表面だけ真似するって中国っぽいね。日本に負けた悔しさだけじゃなくて、日本のやり方を見て中国サッカーの弱さが浮き彫りになってる。そこが一番しんどいところ。でも2連敗だけどまだ敗退は決まってないよ。そう。そこがまた中国サッカーらしいところで、2連敗なのにまだ完全には終わってないんだよ。中国がカタールに勝って日本がインドネシアに勝てばまだ可能性がある。2点差でカタールに勝てば2位通過の可能性があるとか、1点差でも U17 ワールドカップに行ける可能性があるとか、いろんな計算が始まってる。中国はカタールには勝てそうなのかな。葵さんと同じでインドネシアにも勝てなかったのにカタールに勝てるのかっていう声はある。しかも日本がインドネシアに勝つことも前提になるから、自分たちだけでは決められない。日本はインドネシアに勝つから安心してって私が試合するわけじゃないけど。でも今の内容で本当にカタールに勝てるのか、たとえ突破できてもこの内容でいいのか。そこがずっと引っかかってる。ワールドカップ出場できるかできないかは今後大きいと思うから頑張って。ありがとう。勝てば道は続く可能性があるもんね。中国からはこんな感じだったよ。リー君ありがとう。ノックアウトステージで待ってるよ。それじゃあ大家再见。再见。日本はノックアウトステージ決まったんだね。ちなみに今の順位はこんな感じだよ。カタールが2位になってる。インドネシアに2対0で勝ったからね。じゃあ日本は次引き分け以上で1位だね。1位になったらどこと試合？グループ A の2位とノックアウトステージ初戦だから、サウジアラビアとタジキスタンの負けた方と試合だね。2位通過の時はサウジアラビアとタジキスタンの勝った方と試合。タジキスタンって今年試合してなかった？ 2 月に広島で試合して1対0で勝ってるよ。1点差だ。そうなんだよね。ノックアウトステージ行っても初戦から気が抜けないね。でもまずはインドネシア戦だね。そうだね。どんな戦術で来るかも楽しみだね。どう来ても日本が勝つぞ。じゃあ今日は終わりよ。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。